最近買ってよかった無印良品のものということで、新商品から定番品まで様々なジャンルから僕が購入したおすすめの商品を全部で11個ご紹介していきたいと思います。まず1つ目は洗濯関連のアイテムです。普段服を脱いでそれを洗濯するまでの間置いておくために使っているのがこのステンレスのバスケットなんですが、洗濯機がドラム式を使っているので通常の洗濯乾燥していいものと、乾燥は避ける、それこそおしゃれ着洗いみたいなものを2つ分ける必要があります。どうにか棚を買ってきて収納2つにするとか、カゴを2つに分けるとか、なんか打つ手はないかなというふうに考えていて、で行き着いたのはもう一つ同じものを買うというとてもシンプルな結論でした。この製品は無印良品のステンレスワイヤーバスケットです。どちらも同じサイズで5を選択しています。そんなに洗濯機周りにスペースがあるわけでもないし、洗濯機自体が振動するのでその上に棚を置くのもちょっと不安ということもあって、このカゴ自体はもう僕一人暮らしを始めて数ヶ月で買ってるのでだいたい3年くらいですね使っているんですが、全く錆びたりへたったりということはありませんね。やっぱりステンレスが使用されているということもあって、その辺素材としては非常に丈夫です。僕が使っている洗濯機周りはもちろん、キッチンとか洗面所、浴室などの湿気の多いような場所であっても安心して長期間使うことができます。で、今回これを2つ目を購入できたのはまさにこの積み重ねられるスタッキングの仕様になるわけなんですが、普段は使わない持ち手ですよね。これを内側にしまい込むことによってそれがスタンドになって上のバスケットを安定して積み重ねることができるようになります。で、ちなみにこのスタッキングは最大2段までになっています。で、その他僕がこれを購入している理由でもあるんですが、ワイヤー製ということもあって通気性がもう本当に抜群です。特に夏場とかは洗濯物自体が汗で濡れていると放置した後のカゴをそのまま使い続けるのがちょっと怖いというか不快感がある中で、ワイヤーなのでこもってる感じがしないというのはすごくありがたいですね。中に何がどのくらい入っているかというのも一目で確認することができます。僕のように洗濯物とか衣類を収納するためのアイテムとしては本当に安定して活躍してくれるんですが、その他にもキッチンで食品をストックしたりだとか、本当に無限の用途があるアイテムなんですが、3年経って改めて買い増ししてしまったというお話でした。続いては普段から持ち歩いているガジェット類を入れているポーチですね。これを新調しましたというお話です。最近持ち物を見直してポーチの中身が減ったので、それに合わせて小さめのものを購入しようかなと思いこちらにしました。無印良品の自由に組み合わせられる収納ケースです。このシリーズの最大の特徴はやはりその名前の自由に組み合わせられるという点です。別売りのストラップとか他のサイズのケースと自由に組み合わせてこのポーチを拡張発展させていくことができます。僕が使っているものはケースの長方形薄型小というモデルになっています。僕のように単体でポーチとして使うにも十分に便利なんですが、別売りのストラップをつければミニショルダーバッグにすることができたり、他のケースと連結して拡張ポケットのようにすることもできます。本当に普段の荷物の増減に合わせてフレキシブルに持ち物を変えられるシステムになっています。ただ僕はこれ別にベルトをつけてね、これだけで外出したりということはないですね。なので決め手はそこではなく、どちらかというと素材感です。この生地感はなかなか1000円前後という値段からは想像できない雰囲気ですね。縫い目のない滑らかな合成皮革を使用しています。シンプルで綺麗めな印象がありますね。本当に高級感のある雰囲気です。僕が持っている他のポーチって全部ナイロン製なんですよね。その点これは持ち物としてすごく所有欲が満たされる感覚がありますね。このポーチの中は充電器兼モバイルバッテリー兼 USB-C というこのアイテム、ぜひ動画見てほしいんですが、このシャージの充電器ですね、これと無印良品の灰皿に入れているなんだっけ、これはミンティアかなです。エゾフレックスという10センチ前後の、ケーブル USB-C ケーブルですね。で、有線イヤホンファイナルのものです。で、あとこの小さなキャップ式のボールペン、これらを入れています。この程度であればこのサイズ感で十分ですね。中にはですね、意外と両側にポケットがついているんです。片方はちょっとした鍵とか小銭みたいな本当に細々としたものを入れられるスペースですね。もう一つは結構広々としていてカードとかも入れられそうなので、なんならちっちゃな財布としても活躍しそうです。僕の場合はこんな感じで割と素直に使っているんですが、ぜひね、いろんな使い方を模索してみてほしいなというふうに思います。ハイコスパなのでね、そこら辺もちょっと一旦買ってみるというのもありなアイテムなんじゃないでしょうか。そして続いてはこちら
ルームサンダルになります。シンプルな名前ですが本当にアンダー1000円くらいで買いました。この数年間は割と無印良品のスリッパをずっと買い替えて使っています。直近まで使っていたのがこのイグサっぽいスリッパですね。これもかなり気に入っているんですが、だいたい半年強くらいかな、使っていて、この夏を乗り切ったということもあってちょっとさすがに匂いがしんどいんですよね。この畳っぽい質感もあるし、僕は裸足でこのスリッパに足を通していたので、なんかいろいろケアをしてみてもちょっと限界が来ていそうだったので、新しいスリッパを購入したという形になります。皆さんどうなんですか？そんなに臭くなんないんですか？こちらが気に入っているのであればまた同じものを購入すればいいと思うんですが、こちらのものを購入した理由がもう一つあります。それが、最近僕の動画ではよく話している歩くというこちらの本ですね。ここでは最近の靴がかなりクッション性重視で歩きやすくなっていて、足がどんどん退化してきているんだみたいな主張があって、ただ外に出ていく靴はやっぱり普段気に入っているスニーカーとかファッション的な側面もあるし、なかなか変えられない。だから室内用のスリッパだけでもせめて足に優しくない靴を履きたいなと思ったところなんです。このルームサンダル見てみると分かる通りかなり薄めになっています。公式サイトでもラグの上を歩くような独特の履き心地という風にも称されていますが、実際おばあちゃん家に行った時の記憶みたいな足からその感覚が戻ってきますね。インドの職人が手作業で組紐を編んで作っていて、手作業ならではのこの凹凸みたいなものが足裏に程よく馴染みます。裸足で家の中を歩き回るよりも気持ちいいというのは本当にその通りですね。これ自体は前に使っていたこのイグサの時にも思いましたね。これも畳の上を歩いていた時の感覚なので、こういった自然素材を現代に取り入れた生活というのはまさに無印良品の得意とするフィールドかなというふうにも感じます。で、さっき話した通りで本当にラグ1枚の上に歩いているような感覚なので、クッション性はほぼないです。ただそれがいいんじゃないかっていうのが、さっき言った本の紹介であり僕の意見です。そんなこともあって完全に綿で作られているので洗濯をすることができます。なので汚れたり匂いが気になったら洗濯ネットに入れて洗濯機にぶち込んでしまえば綺麗になるということなんですが、果たして僕の汗とどちらが勝つのかってところですね。最初は少し硬さを感じるんですが、やっぱり履き続けていくうちに馴染んでくる感覚がありますね。綿素材なので歩いた時にバタバタバサバサ音がしないというところも嬉しいところです。590円なので最悪洗濯して僕の汗が勝ったとしても毎年買い替えたりしてもいいかなというふうにも思っています。続いては先日僕が3年以上使い続けている定番品ということで紹介したこの無印良品のフレグランス用の詰め替えのリフィルですね。はい、インテリアフレグランスオイルで今回はグリーンをチョイスしました。ウッディを使うことが多かったんですが、せっかくなので違う香りにしようかなと思って、店頭でいろいろと嗅ぎ比べていたんですが、やっぱりグリーンとかウッディとかそういった系統が僕は好きみたいですね。森の中を歩いているような草原のようなそういう雰囲気があります。特定のお花っぽさみたいな雰囲気がないんですよね。甘くないのがやっぱり僕の中では好みのポイントで、香りが強すぎず爽やかで涼しげな香りが漂ってきます。で、どうやら無印良品のこのフレグランスは他の製品と比べても香りの持続性が高いみたいなんですね。容量もそこそこ多いですし、ラタンスティックで香りの強さは自分好みにカスタマイズ調整することができるので、その点も踏まえてぜひいろんな人におすすめしたいなと思えるこのフレグランスになっています。キッチンアイテム、最初はこちらです。しゃもじです。最近だと割と定番になってきたこんな感じで立てることのできるしゃもじになっています。製品名は木柄シリコーン立てられるしゃもじということで、今まで僕の家ではしゃもじ普通の平べったいものを使っていて、立てられないので、そうするとヘッドの部分が当然キッチンのところにくっついてくるので、衛生面が気になるところだったんですよね。他のブランドからも結構こういった立てられるしゃもじは出ているんですが、無印良品の製品の特徴はこの木柄の持ち手になっているかなと思います。実は柄だけじゃなくて本当に木の持ち手になっていて、アカシアの天然木でもう一本一本この木目も異なるとのことなんですね。このヘッドの部分は黒いので結構モダンな印象がありますよね。あんまり無印っぽくない雰囲気には仕上がっています。で、
で、この底の部分は四角く安定するような台座になっているので、こうしっかりとしたバランスでまっすぐ立てられるようになっています。炊飯器の近くとか、キッチンのどこどこみたいなこう置き場所に困らずにさっとその辺に置いておけるというのは非常に便利ですね。またこの太くなっている分グリップ力が上がったような感覚もあって、こうしゃもじでお米をすくいやすくもなりました。ヘッドの部分は少し柔らかめになっているんですね。これは無印良品の他の調理器具にも通ずる部分があると思うんですが、これによってこう炊飯器のお釜の部分をこうガッとお米を掘り出そうとしても傷がつきにくいというメリットがあります。で、なんで黒色なのかというと、素材とかの色が映らないようにとのことなんですね。と言いつつ、どうしてもお米自体は白なんで、洗った後にまだ残っていたりすると結構目立つは目立つので、その点だけ注意が必要かもしれません。ちゃんと洗いましょうってことですね。続いてはこちらです。はい、何かというとキッチンタイマーになります。ダイヤル式キッチンタイマーという製品です。今までも僕の家ではもちろんキッチンタイマーあったんですが、3年くらい使ってマグネットが剥がれてきたりだとか、結構ね使いづらくなってきていたんですが、新しいもの買いたいなと思っていたら無印良品にあることに気づいて、もう早速購入してしまいました。何よりその特徴はボタンがたったの2つだけというこの操作系のシンプルさ、潔さにあります。液晶もこの分秒表記に特化していて、かなりシンプルな装いになっています。じゃあどうやって時間を調節するのかというと、この外側部分がダイヤルになっているというところなんですね。10秒単位で素早く時間を設定することができます。普通だとこうボタンを連打していって時間を設定すると思うんですが、これはもう直感的にこのくらいで何分みたいなものを簡単にいじることができるようになっています。使い慣れていくとこのくらい回せば何秒何分っていうのがもう肌感覚で分かるようになってくるので、割とこう一発でガガガッと時間を調節設定することができるようになります。背面には強力なマグネットが内蔵されています。なので様々な面にこうやって貼り付けることができるんですが、僕の家の場合はこのレンジフードというんですかね、ここにつけていて、これが割とホワイト基調なので、この本体デザインとも相性がいいなというふうに思っています。で、こちらのタイマーは、タイマーとしてのカウントダウンの機能の他にカウントアップ、ストップウォッチ的な使い方もできるようになっています。なので状況に応じて火にかける時間を調節していくというような使い方でも役に立ちます。またアラームが鳴った後には自動でその後の経過時間を表示していってくれます。これによって火を止め忘れてしまったというようなタイミングでもリカバリーに役立てることができます。どうしてもダイヤル式なので30分とかを超えてくるような時間設定だとちょっとこの調節設定がめんどくさいと思われるかもしれませんが、基本的にはそんなシーンは僕の家ではないので非常に気に入っている製品です。続いてはこちらのラップをもう少しミニマルにできるこちらの無印良品の製品です。ポリプロピレンラップケース、そして中に入れる食品包装ラップ、詰め替え用のリフィルになっています。半透明で無地のこのシンプルなケースになっていますね。見た目のノイズを消してくれてキッチンに統一感が生まれるようになります。あと紙箱ってどうしても水濡れとか油汚れには弱いんですが、その点このポリプロピレンであればさっと拭き取れば対応することができるようになります。別売りで専用のマグネットも用意されているので、先ほどのキッチンタイマー同様さまざまなキッチン家電とか家具につけることができます。ただ僕の場合は割と食器棚とかにしまっています。あとこの中のラップが詰め替え用というのも大きな魅力かなと思います。これによって環境負荷を軽減できるんですね。こういう紙箱ってもう捨てるのが当然みたいな雰囲気あるんですが、よくよく考えてみればセロハンテープみたいにケースの部分はそのまま保持するべきかもなと確かに思わされました。これをちょっと使い続けてみようかなとも思っています。そして最後は僕の拙い食レポコーナーです。もうね、無印良品に行くと用がないのに結局食品コーナーに行っちゃうんですよね。で、今回購入したのはこちらの3つになっています。実はどれもすでに食べたことがあってもうお気に入りのものなのでリピート買いというような感じですね。1つ目はこちらスイートポテトケーキです。多分これ去年もあって去年買って美味しかったんですよ。なので今年も買ってしまいました。秋の季節限定製品になっています。ケーキの生地にさつまいもペーストが練り込まれていてしっとりとした食感になっています。で、やっぱりこのビジュアルですよね。上の天面には蜜漬けされた角切りのさつまいもがトッピングされております。で、黒ごまがねいいアクセント。この黄色いカラーも本当に美味しそう。
過剰に甘すぎることなく無印良品らしい自然な甘さが特徴なんですね。これ食べる前にトースターに入れると化けるそうなんです。これは試したことがないんですね。外側は少しさっくりとして内側はホクホクになると、まさに焼きたてのさつまいもみたいな食感が楽しめるとのことで、続いては、不揃いバームシリーズのかぼちゃです。これも多分秋の味だと思っていますが、どうなんでしょうか。不揃いシリーズ結構もう有名ですが、本当におやつとしてちょうどいいサイズ感なんですね。仕事の合間のちょっとした一息ができるような、お菓子になっています。これもトーストが美味しいとのことなんですね。なんならバニラアイスを添えちゃうみたいなね。いやー、たまりませんな。で最後、小倉トースト風バームです。これは本当に僕が以前無印良品の新製品発表会、展示会でもちょっと食べさせてもらって、これは美味しいと思ったバームクーヘンなんですが、実はですね、ここみんなで作るバームから生まれましたというふうにあります。無印良品が日本各地の名産品からアイデアを得て生まれたご当地無印バームみたいなものが開発されていたんですが、その中で堂々の1位を獲得したのがこのバームクーヘン小倉トースト風になっています。バター風味のバームクーヘンの生地とこしあんのペーストが層になるように焼き上げられていて、もうほんとね、以前僕名古屋に弾丸旅行を大学4年生かなの時にしたことがあるんですが、その時にモーニングで食べた小倉トーストが本当に美味しかったんですけど、それをちょっと思い出すような商品ですね。これのアレンジとしては追いバターが美味しいそうです。なんで人間はそういうのを思いつくんですかね、すぐ。秋限定のものとか、あと小倉トースト風ももしかしたら期間限定の可能性も高いので、その点ぜひぜひ気になった人はお早めに店舗に行ってチェックしてみてください。はい、ということで以上が最近買ってよかった無印良品のアイテム全部で11個でした。もうね、様々なジャンルが揃うからこそ本当に行くたびに何か買ってしまうのが無印良品の個人的な魅力ですね。ぜひぜひ気になったものがあれば概要欄の方からリンク飛んでみてください。またおすすめの商品とかライフハックあればそれもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ということでこのチャンネルでは他にもガジェットやライフスタイルに関する様々な動画を上げていますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみけでした。では。